わかった。ダリミルの底力を見せてやる。あんな感じでよかったのかしら。上出来だ、ジル。大した役者だよ。さて、俺はルボルの店に戻っておく。後で会おう。俺たちでこの町の自警団を結成しよう。自分たちの力でダリミルを守るんだ。なんだ貴様、あの貴族が雇った傭兵か。これが奪われた荷物か。どうやら手つかずのようだ。よし、ダリミルへ届けてやろう。そうかそうか、君が荷物を取り戻してくれたのか。傭兵、名を何という？俺はワイバーンで通ってる。なるほど、強そうな名だ。ありがとう、ワイバーン君。感謝するよ。報酬は何がいい？金か？宝石か？いや、話を聞きたいだけだ。何？話だけでいいのか？ええ、片場の再建のことについてお話を伺いたいそうです。ああ、あの美しい剣のことか。カローンとかいう商人にふっかけられはしたが、実に良い買い物をしたよ。あの剣は外大陸で作られたものでな。聞くところによれば、外大陸には独特な武術の流れがあるらしい。その流派は剣を長く使い続けることが念頭になく、一心一殺で使い捨てるという。だからこそその刃は極限まで研ぎ澄まされる。そこに我々の文化にはない美があるのだ。その美はどうやって生まれるんだ？おお、刃のように鋭い質問じゃないか。それはな、砥石だよ。砥石を粗いものから細かいものにいくつも持ち替えながら、幾度も研磨を施し、美しい刃へと仕上げていくそうだ。ただしその砥石は特別なもの。バリスゼアでは取れない石を使っている。たやすく真似することなどできんだろう。そうだな、荷物の例が話だけとは忍びない。どれ、その砥石を少しくれてやろう。仕上げに使う砥石のかけらに過ぎんが、それでも非常に珍しいものだ。大切にするがいい。ありがたくいただこう。イグナーツ様、そろそろ宿を出る支度をされた方がよろしいかと。そうだな。私には長年珍しい武器を競り合っている相手がいる。奴に負けぬためにもすぐに次の品に狙いを定めねばならんのだ。あんたみたいな収集家が他にも。バイロン・ロズフィールド、奴にだけは負けるわけにいかん。バイロン。それではな、ワイバーン君、また会おう。行くぞ、ラディム。この度は本当にありがとうございました、ワイバーン様。それでは失礼します。あ、お待ちください、イグナーツ様。気難しいどころかなかなか面白いやつだった。さて、隠れ家へ戻ってこの砥石をブラックソーンに見せてやろう。ブラックソーン、片場の再建について調べてきた。おお、どうだった？まずあんたに見てほしいものがある。これは砥石か。さすがだな、一目でわかるとは。なるほど。いくつもの砥石を持ち替えながら磨いていただなんて。それにしても一心一殺とは。確かにその理念でやり合えば戦も短くなる。結果的に余計な負傷者を減らすことにもつながるか。だが俺たちにはできないやり方だ。なあ、同じ立ち回りをするには極限まで刃を磨き上げ切れ味を引き出すしかないからな。お前が聞いてきた通り、こんなに目の細かな砥石はここらじゃ取れねえ。つまりあの剣の製法は真似できん。仮に砥石が手に入っても俺たちには武器を使い捨てにできるほどの余裕もない。
そもそも剣に対する考え方が違うんだ。同じやり方をしてても意味がないが、砥石を変えて磨くという技法は応用できそうだぜ。この砥石の代わりに空の文明の遺跡を使って仕上げるだけでも随分と結果は違うはずだ。バリスゼアの剣の丈夫さと外大陸の切れ味の良さ、きっとこの2つを兼ね備えた剣を作れるさ。そうなればみんなも喜ぶな。頼むぞブラックソーン。なあ、任せておけ。よし、やる気になった。早速仕事に戻るぞ。クライブ、ありがとうよ。オーガスタのおせっかい野郎には俺から礼を言っておく。ああ、そうしてくれ。それと今回の礼にお前にとっておきの武器を作ってやろう。素材が揃ったら顔を出すといい。分かった、ありがとう。恐ろしい魔物が出たんだろ。大丈夫なのか？任せな。何が来ても俺たちが守ってやるよ。また魔物が出ても俺たちが町を守るさ。何かあれば町のみんなを頼ってくれ。フィリップのおかげでようやく目が覚めた。俺も剣を取ってみんなを守るよ。その息だ。僕も君を支えるから。怪我人の手当てはあらかた終わったわ。誰も死ななくてよかった。次は避難してきた人に食事を作らなきゃ。あいつら大事な売り物を片っ端から。野党め、こんな目に遭わせやがって。怪我してるんだ。無理するな。今は一刻も早く食料を集めないと。そんなこと言っても野党と争うのは危険すぎるわ。コンラートさんたちを止めないと。ナターリエに賛成よ。野党を刺激したっていいことなんてないわ。旦那、待ってたぜ。ナターリエ、彼がアンダーヒルだ。ランデラのファイアビュート商人団で働いてる。アンダーヒルだ。ナターリエよ。ちょうどあんたから聞いた話をしてたんだ。どこも食料が不足してるってな。食料の奪い合いが始まるかもしれないってルボルから聞いたんだけど、本当なの？ああ、本当だ。ランデラではすでに金持ちどもが買い占めている。近いうちに値も上がるだろう。そうなればいつ奪い合いが起きてもおかしくない。旦那もああ言ってる。野党に食料を回す余裕なんてないのさ。奴らと穏便に事を進めるのには賛成だが、俺たちが死んだら元も子もねえ。食料だけじゃない。武器に薬に衣服。生きていくためにはいろいろな物資が必要になる。今は一刻も早く物資を集めて蓄えないと。町を守るためにみんなで協力しようぜ。町を守るために。そうね。私たちでダリミルを守らなきゃ。さすがクライブ。剣の腕だけじゃなく口も達者みたいだな。お前の話に合わせただけさ。そろそろ野党の根城が分かってもいい頃合いだ。探りに出てるうちの連中に話を聞いてくる。二人は先に店に戻っててくれ。どちらもうまくいったみたいね。一旦ルボルの店へ戻ろう。これから物資が不足するという話だもの。野党においそれと蓄えを渡せないわね。それ以外で何か別の対策を立てないと。ナターリエの話を聞いたかい？野党に物資を渡せないなら確かに何らかの対策が必要だよな。お母さん、悪い奴らはもう来ないよね。大丈夫、大丈夫よ。ああ、私の大事な店が。よう戻ったか。おかげでコンラートもナターリエもやる気になってくれたようだ。もうしばらく様子を見て改めて話を。そうは言ってられないみたいだぜ。ルボル、何かあったのか？野党どもが動き出しちまった。
二手に分かれてこの町に向かってるらしい。それも根城を捨てて総出で仕掛けてきてるみたいだ。そんな。根城を捨ててって、まさかダリミルを乗っ取るつもりじゃないだろうな。